またモスクワでテロが起きた。現地では、普通に暮らしていて、自分は、別のことをやってたんだけど、で、夜ね、友達と一緒にご飯を食べてる時に、こんなことあったんだよっていうのを聞いて、よく行くところじゃんみたいなね。というところで、びっくりしたんだけど、内容はね、皆さんも聞いてる通りだと思うんですけど、クローコスシティ、コンサートホールっていうところで、2名から5名のね、テロリストがやってきて銃乱射して、で40人ぐらいだっけ、40人ぐらいの人が亡くなって、100人ぐらいの人が負傷したという話ですね。でパン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 撃ってる映像が流れてますね。でこのクロコス、シティホールっていうところはショッピングセンターがあるところで、しかもそこは大きなね展示会があるところです。展示会っていうか展示場、日本で言えばビッグサイトとかね、国際展示場があるところで、自分もねよくそういうトレードショーね、前の仕事で、行ったことあるし、今の仕事でも行ったことがある、34回行ったことがあるところですね。でそこのコンサートホールで、そういったことがあったと、いうことですね。で昨晩までは、今のところね、誰がやったか分かんないっていうことなんですけど、今朝になって、IS がね、イザミックステイトが、犯行声明を出したということで、結局、誰がやったか分かんないんですけど、感想としては、昨日の時点ではまたかと。またって言っても過去にあったのはでも結構前、ドローンがね、落ちてきたりとかそういうのはあったんですけど、こういったあからさまなテロっていうのはここ最近なかったんですけど、えーまああの特に変わらないだろうなというふうに思ってたんですけど、やっぱり多くの人死んだし、ですね、影響が大きいです実は。というのはスポーツのねイベントが一時的に全部キャンセルになりました。はい。スポーツだけじゃないのかもしれないんですけどね、自分が知ってるのはスポーツ、明日自分、空手の大会に、出場する予定でした。ですけども、このテロのせいで、テロによる、命令のせいで、テロによる、その間接的な、ルールができたせいで、その空手の大会はなくなっちゃいました。明日はホッケーをする予定だったんですけど、別途それもなくなりました。で来週、他にも、格闘技の練習とかいろいろある予定なんですけど、それも、おそらく、キャンセルになります。というわけで、テロで亡くなった人たちは本当にかわいそうなんですけれども、とにかくね自分の生活にそういうふうに影響が及ぶっていうのは困るなと、思いました。いずれにせよこういったね、情勢っていうのは、自分がどうにかできることじゃないので、そっかと、いつも、いつもの通りいろんなことが起きるなということで、自分のやるべきことにね、集中していこうと思うんですけれども、ちょっとね今ちょうどそんなに遠くないところにいるので、こういった野じ馬は良くないと思うんですけど、ちょっとね近くの方まで、見に行ってみようかなというふうに思います。あいにく今日はこんな、グレーな空ですね。ちょっと雨でジメジメしてて、車は汚れてて、この横にあるこれ雪ですよ。雪にこう雪が汚れてる状態。
もういかにもロシアの最悪の天気、そういった感じの日になります。晴れたらねすごい綺麗なんですけど、残念ながらこの雪解けで雪が汚くなってグレーな空っていう、ちょっと見た目の良くない天気の日ですね。はい、今モスクワのちょっとね郊外の方にね、向かってます。外環通りみたいのがあって、そこにでかいショッピングモールがいくつもあって、そのうちの一つなんですけども、そっちに向かっているところです。で昨日、この事件が起きた時に、話していたのは、私の場合ルーマニア人たちと話したんですけど、受け止めとしてはもちろんこんなね、全く関係ない人が殺されてとんでもないねと眉を潜めるっていうのは、もちろんね私もそうだしみんなそうです。あとね、誰がやったか本当にこう予測つかない、考えもつかないみたいな感じなんですけど、もしかしたら、その反ロシア組織がやったのかもしれないねとか、もしかしたら内部組織、とかね、FSB がもしかしてやったんじゃないのなんてね、ちょっと冗談交じりに話すような、感じですね。で周りの人はとはいえね、私たちがどうにかできる話じゃないですし、全くないことではない。モスクワでは珍しくめちゃくちゃ珍しいわけではないので、日本とかに比べればね。なので普通に日常を過ごしていると。特に大きな話題にもしないということですね。人と会って話したらこんなことあったねなんていう話はしますけども、そこまでは扱わない。それとですね、今回そうですね、またどうなんでしょうね、数日前にアメリカ大使館から在ロシアアメリカ大使館から、大きなテロが起こりそうな、動きがあるということで警告が来てたんですよね。で実際に起こったのはその警告されてた日よりも3日4日後だったと思うんですけど、そのねアメリカが、警告してたそのテロの動きっていうのが本件と関係あるのか分かりませんけれども、おそらく関係あったのかなというふうに予測してます。分かりません。だとしたらやっぱりそのアメリカのその情報収集能力ってすげえなと。以前もその、ウクライナ、に、ロシア軍が出ていくっていう件も、事前に予測してて、みんながそんなことやるわけねえじゃんって言ってるのにやってた。なのでそれを予測してたっていうところで、アメリカの情報収集能力っていうのは、素直にすごいなというふうに思いました。はい。というわけでちょっとね外見ていきますか。外の景色はこんな感じです。天気は悪いですけれども今ですね、橋を渡ってます。で、この辺りね、ちょっとこう森林があって森林公園みたいのがあって遊園地があって、でまだまだそのモスクワの街がね、郊外に向かって続くといった感じです。今18時近くなので、そろそろ混むはずなんですけども、そんなに道は混んでないですね、今のところこの場所においては。でこのですね灰色の世界、空が灰色、道も灰色、車も灰色、建物の灰色、そして空気も灰色、これがまさにロシアの、冬に、ね、出てくるこう悪い天気の象徴みたいなところです。もちろん冬でも綺麗に晴れる日があって、ここ最近晴れ多くて気持ちよかったんですけど、今日はこの
地獄みたいな天気になってます。こういう日はね、家に引きこもって、あったかいところでね、別のことやるとか、室内のジムでね、汗を流すとか、サウナに行くとか、そういうのがおすすめです。法律に止められそうだったら大丈夫だ。この右に行くと、外環通りですね。モスクワ外環通り、M カットに入ります。で、こんなね、白樺の森がありつつも、アパートがたくさん立ち並んでると。新築のアパート、新築っていうかね、最近のモダンなアパート、もうすごいんですよ。モスクワニョキ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 新しいビルが建つ。今モスクワの外環通り走ってますけど、若干混んできましたね。ちょうど今18時ぐらいなので、帰宅の人等で、道は混んでます。この外環通りですね、モスクワの外環通りは無料なので、それもあって結構いつも混んじゃいます。サンクトの外環は確か有料ですね。もちろん日本の外環は有料です。はい、高いですよね、日本の高速道路。モスクワに関しては日本のように首都高のような、都心部を走る、高架の、高速っていうのはありません。なので都心部は普通に、地上を走るんですけど、非常に混みますね。なかなか道は、整備されないといった感じですね。少しずつ良くはなってますけれども。で最近そうですね、ロシアで気づいたこと、ずっと、2ヶ月半ぐらいロシアにいなかったので、帰ってきて気づいたことなんですけれども、まずですね、家賃が上がりましたね。いきなり 20% ぐらい上がりました。なので、やっぱり全体として物価が上がってるんだなと。でこれはもちろんね、ロシアだけに言えることではなく、日本でも、欧米でもそうだと思いますけれども、物価は上昇してますね。人の賃金ですね、特に、中央アジアからの労働者、キルギスタン、カザフスタン、その辺、キルギスタン、カザフスタン、ウズベキスタン、その辺からですね、ワーカーっていうんですかね、レストランのウェイターとか、建設作業員とか、それから掃除、清掃、そういったあとデリバリーですね、そういった人たちがたくさん入ってきてるんですけれども、彼らの給料がですね、上がってます。はい。というのは、彼らに関してはルーブルとペッグではなくてドルベースで、通貨が動いてるので、ドルがね、高くなってると、ルーブルが安く感じちゃうんです。はい、もうかなり近いところまで来ました。この左にあるのが、クロコスシティの、ショッピングセンター群ですね。見えますでしょうか。左に赤い文字でね、ベガスって書いてありますけど、これがショッピングセンターの一部になります。で、その向こうですね、建物がありますが、あれがコンサートホールかな。黒く、燃えてるような、燃えてるというか、焦げた状態になっているように見えます。入り口ですね、赤く文字が書いてありますけれども、K から始まりますね。クロコスシティって書いてありますね。はい。で、そうですね、たくさんの警官みたいなね、服装をした人が、中にいるのが見えます。そしてその向こうに、今ピンボケになっちゃってますけど、このですね、黒い建物、あれがコンサートホールだと思うんですけれども、上の部分がですね、何か、窓が、もう割れて開いちゃっていて焦げてる状態っていうのが見えます。でその向こうにあるのが、展示会場ですね。はい。
反対側たくさんの警察車両が見えます。横見てますけど、マスコミがいっぱいいますね、あの辺に。はい。青い文字でクローコスエキスポって書いてあるの分かりますでしょうか。というわけで、ここそうなんですよ。エキスポセンターなんですよね。展示会場です。はい。で、作業車両が今多く見えますね。うん。で、この辺ですね、展示会場の入り口だったりして、私も行ったことがあるところです。コルカスシティホール、見えてきました。これが、まあ、現場ですね。まあ、そのテロがあった現場になります。上燃えてますね。はい。で、はい、たくさんの警察車両、関係車両があります。というわけで、以上ね、これがクロコスシティの現場でした。はい、というわけで、まあ思ったよりですね、近く普通に通れるということでしたね。で、まあ、ショッピングセンターとか展示会場、コンサートシティの部分だけ、完全にクローズしてると。で、まあ、普通の道を使ってですね、警察車両と、まあ、進んでいるということが分かりました。はい、でこの辺りはもちろんね、一般の人たちが通勤に使う道なので、まあ、閉鎖することはできないですよね、いくらロシアとはいえ。なので、道は塞がってませんでした。ただ反対側ね、すごい混んでますね。やっぱりクロコシティホールに面する側の道っていうのは、今もこう見れば分かる通りすごい混んでます。こんな感じですごい混んじゃってますね。まあ渋滞っていうのはね、ロシアというかモスクワではまあ西ヨーサハンジなので、これがまあどこまでテロによるものか分かりませんけれども、まあ、確実にそれは影響してますね、間違いないです。今も作業車両、警察車両なんかが反対側ね、どんどん集まって動いているわけですから、まあ、そんなわけでですね、まあ、テロの翌日の、クロコシティの、周辺の状態です。というわけでショッピングモール、クロコシティ展示会場等ですね、まあ、私も行ったことが何回かあるところだし、そこに鉢合わせなくて、まあ、ラッキーだったなとは思うんですけれども、まあ、テロっていうのはね、本当にまあ効果あんのかな、俺には理解できないです。直接ね、相手を何かこう攻撃するんではなくて、他の人を攻撃して、まあ、他の人を攻撃することによって間接的に影響を与えるということなのかな。まあ、ロシアではですね、結構そのテロに関するスタディなんかっていうのが盛んに行われていて、まあ、テロに関するその論文とかね、まあ、その勉強している学生なんかっていうのをね、たまに見ますけれども、なかなか、まあ、理解しがたいやり方ではあるかな。まあでも相手の、ね、意思をくじくという意味では、このね戦いの常套手段なのかもしれませんね。要は相手の意思をくじけばいいわけですから、はい、効果的なのかもしれないですね。直接戦うんではなくて間接的に、他のところを攻撃する。まあいずれにしましても、私はそういったところに関わりたくないので、自分のね、自分の仕事、自分のやるべきことに集中してやっていきたいと思います。もしね質問なんかあったらね、これから、まあ、ここで、質問に答えたりとかね、そういったこともやっていきたいななんて思ってるんで、どんどん聞いてください。というわけで、ロシアね、まあどういうふうに締めようかな、分かんないけど、というわけでまた今度、はいありがとうございます。はい。
また聞きたいことがあったら聞いてください。バイ。